走りながら充電できて、で止まったらまたこっちにも充電してパネルを広げてってやれば永久に移動手段がタダになる。運んでくれるんでしょ。こうやってこうするだけ。真っ白に染められた心の闇を晴らすにはこうするだけね。こうやってこうする。やってまいりました。はい。日本最北端の地でございます。最北端ですよ皆さん。向こう見えますもんね、ちょっとうっすら。サハリン、カラフトが見えますよ、カラフトが。というわけで今日はここから何をしていくんですか。ここで、ソーラーカバラバラにして車に積んでるのを組み立てて、野サップ岬ですね。前回の動画で最北端から函館を目指すって聞いてたんで、北海道のこっち側のルートで行くとばかり思ってたんですけど、西ルートだと思ってたんですけど、フェリーに乗る前に急に逆に行ったんで、野サップ岬の方に行くわけですよね。そうですね。じゃあ行きますか監督。いや、考えたんやけど、はい。こっちからスタートしてこうじゃなしに、はい。こっちからスタートせえへん。一旦落ち着いていいですか。はい落ち着かなくていいですか。今から野サップに向けて走るんですよね。いや、もうやめて、野サップからこっちに来えへん。夜通し寝ずにみんなで走ってきたんやけど、よく考えたら、やっぱりこう行く方がいいんじゃないかなと思う。まあせっかくここまで来たんやけど、あとたった400キロやから。そんなことあんまり考えないですけど、ちょっと気づくのが遅い。いや、これはね、だから今をみんなが分かってくれるかもしれないです。すごい風なんですよ。だからもう400キロ。はい、というわけで急遽野サップ岬移動してます。まあまあまあ、500キロほどやから。いや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 、感覚がもう手加減1000回。でもやっぱりこっちに東に移動した方が雲がなくなったから、やっぱこっちスタートは正解やったと思うんだけど、なるほど。ただ野サップ岬を出たら最初にいきなり峠、はい、 500m 級の峠があるから、はい結構やばそうですね。それをちょっと超えるのが今日の山になるでしょうね。そうですね。あとはもう一個問題は野サップ着が今だと予定時刻が5時ですね。 5時17時です。あ、17時。はい。いやもうあれで組み立てが組み立て1時間。もう出発したら即暗いじゃないですか。夜間走行。いきなり夜間走行すごいことになる。しびれますね。しびれますね。ソーラーカーのはずなんやけどね。一応なんかソーラーでの充電終わってるんです。そうですね。ガレージで満タンにしてきましたね。ソーラーで。ソーラー広げてってやってましたね。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい。着きましたよ。なんかはまだ始まってないのにい。はい。すごいやりきった感がありますね。ありますね。皆様お疲れ。お疲れ着きましたね。まさか一日のうちに最北端と最東端を。なかなかおらんのんじゃない？なかなかおらんよ。なかなかおらんよ。すごいなこれ。うわー、来たー。やば。すごい。来ましたね。野サップ岬、本土最東端の灯台。ちなみにですね、クスさんいいですか？はい。今時刻が16時28分。はい。そしてはい本日のはい野サップ岬のはい日の入り時刻はい。16時50分です。30分。 20分。20分。マジで。10分はいかついね。 20分でこれを組んでいかねばなりません。マジか。たちまちもうフレームが組んでった方がいいか。さあ皆さん、というわけで大変なことになりました。まさかの最北端の宗谷岬から急遽監督の予定変更により最東端の野サップ岬までやってきたんですが、なんと到着時間がですね16時30分というところで日の入りまでわずか20分しかない状況で組んでいくことになります。
そして150キロ先のマシューコの近くにあるとあるホテルを目指していく、こういうルートにですね本日はなっております。さあというわけでね、ちょっとすごい熱気です。すごい真剣な空気で、とても話しかけれる、とても話しかけれる空気じゃないんですが、ちょっと聞いてみましょうか。楠木さん、ちょっとダメですね。これはとても話しかけれる空気でありません。いや諦めたら早いよ。これはとても話しかけれる空気でありません。ちょっとじゃあ安間さんならいつも優しいんで、ちょっと今忙しいんです。すみません。すいません。やったすげえ。ちょっと待って、何それ。やっためっちゃ嬉しい。すごい。やば僕ども。うわ、ありがとうございます。間に合いました。めちゃくちゃ嬉しい。最高だったここからスタートしたっていう証明ってことですね。日付も入ってますね。さあ時刻は16時50分を過ぎて、日の入り時間は過ぎてしまいましたが、まだギリギリ明るい。そこから抜いていいですよ。真ん中真ん中から。くっすり安間、そして近くの監督も加わって非常に逼迫した状況の中、組み立て作業を進めております。これちなみに監督、急遽野サップ岬スタートにした理由っていうのは何か狙いがあるんですか？やっぱり一番大きかったのは稚内の方の風、Y 山の宗谷岬での写真を見てもらったら分かるんですけど、とんでもない強い風で、旅がスネ夫みたいなですこれパネルが上にこんな大きいのがあるわけで、はい、あの風では無理やなとなるほど。いう中でいくと、次に目指そうとしてた野サップ岬の方は、はい風が緩かった、だからこっちからスタートして風が収まる頃に向こうに着くっていう形の方がベストかなっていうことで、なるほど急遽こっちに。それと一番ここが来にくい場所なんで、はい、やっぱりここからスタートしてはいやったら面白いかなと、ド M ですね。おかしいです。最後の理由を。誰でもできることやっても意味ないでしょ。安間的には野サップスタートはどうですか？いやー予想外すぎて。予想外すぎたよね。本当に。もうあこで決断できるのはすごいなと。ほんまにそれ思うわ。僕だったらそのまま無理やりでバッチ行ってしまうなっていう。まあほとんどの人がそうだと思う。そうですいやね。ほんまね。ふっすんはどうですか、ノーサップスタートについて。まあやっぱ良かったですね、うんちょっと日程的に下手したら見れてないかもしれないですからね、あここに来るのねそう来れなかったかもしれないって考えたら、いやでもちょっと一旦これでルーフの位置が合うかどうかわからんけん、ルーフのルーフを乗せますか？ルーフを乗っけよル乗せましょうーフを。というわけで時刻は17時になりました。言ってもまだ17時なんですよ。言ってもまだ17時ですよ。ケイオッケー。セットチェックします。うわ、もしやじゃあ、とりあえず特に安全運転で同じ了解。はい、それでは始まりました。はい。時刻は18時ジャストぐらい。ジャスト。 8時とは思えない思えない。暗さですね。どうですか、156キロ先なんですけど、はい。いけますかね。いやー、まあそうですね、実際上り坂がメインなので、はいよいよ厳しいと思います。い。いよいよ厳しいです。はい。しかしこれで150キロとなると時速30キロで行ってもだって5時間ってことでしょ。そういうことですね。時速30キロアベレージはもう、うんほぼ不可能に近いと思います。望めない。まあ現実的なところ20キロアベレージかな。あ坂もあるんで。そうですね。それで7時間半。あ、7時間半、はいってことはもうホテルに着くのが1時過ぎとかになる。そうですね。夜間なんでどこまで太陽の分を足で稼げるか。そこですよね。さすがにこれの闇だと全く充電できないわけですよね。全く充電できないですね。そうですね。完全に足かせですね。今回の監督の企画は太陽のエネルギーだけでなんでコンセントで充電しないわけですよね。じゃあダメですね。だから現在は広島のはいフェスンガレージの、はいもう太陽の恵みをですねふんだんにいっぱいにはい浴びてフル満タンでバッテリーにしておりますので、じゃあこれ東広島の太陽の力で今走ってる。そうですね。すごいね。
もし今日どっかでバッテリーが尽きてストップになったら、はい明日の朝にパネルを広げての充電が必そっ要。からなんですよ。そういうことよね。だから結構日陰で止まったらそこまで移動させないといけないんで、あまあかなりシビアな戦いにはなってくる。あ、そういうことですしかもね。日の落ちるのは早いし、日が上がるのも早いんですよね。根室の日の出がはい。 5時20分。でそんな早いんだ。早い。日の入りも早ければ日の出も早い。そういうことか。そう。一番東だから。そうです。あー日本の一番東なんで、一番太陽に近い。今出発して20分。はい。距離にして10キロ。はい。だからかなりのペース。結構いいペースでいってますね。このままのペースでいったら5時間。 5時間ぐらいですね。ただ今監督から報告があって、はい。バッテリーが1メモリ減った。減った。ソーラーのアシストがない。いくらすればビームがでかいと思います。ああ、そうか。ハイビームが。ハイビームがそこで電力を食ってる。はい。確かに夜間走行だと夜間走行はまあできればしたくないっていうところですね。まあそうですよね。すごい体重をわざわざなくなって。段差での安定性は相当改善されてますね。今ですね、走行開始40分が超えたんですけど、はい。なんと21キロ。いやすごいペースですよ。マジで。相当すごいペースですよね。ただその分やっぱ電力を使ってるんで、まあそうですね。全開ですもんね。ここら辺がやっぱり兼ね合いですね。ネクス今入った情報によると、トイレが150キロ先ホテルのトイレ完全漏らした。クセンはい。監督がセブンに寄ってくれましよっしゃー。た。これ完全に温情ですよ。 MM5 ですもん。もうそれやるかどうかは分かんない。まあ使わせてくれるかどうかもわからない。 MM5 ですもん。まあ結構東京とかのコンビニってトイレお断りとかありますからね。 MM5 ですもん。分かった分かった。体力的にはどうですか？結構しんどいですか？こいだら。もうちょっとやっぱりでもペース落として走らなあかんに。一旦じゃあ休憩を。ちょっと飲み物とか。ちょっと僕はい、はい、入ってきてください。こうしてクッスンはトイレに書き込むのであった。みんなが記録と戦っていると一人トイレと戦っていたクッスン。頑張れクッスン。負けるなクッスン。さあトイレにクッスンがトイレにクッスンがトイレにさあ急ぐ。さあ入るか。これいいペースです。いいペースでさあゴール。クッスン一人ゴールしました。どうですか。いやもうあんなほっといてご飯買います。はい、というわけでセブンで一旦休憩して、休憩中にどうですかクッスン。話聞いて結構つかめましたか。そうですね。今は全開で走ってるんで、ペースを落とさないと距離は伸びないかなっていうとそういうことね。ころはありますね。そういうことね。まあ、坂でも今これ30キロ出てる。すごいね。すごい。30キロ出てますね。足でアシストしてますね。ねまさにアシスト。この企画終了です。はい、というわけで戻ってまいりました。一度は終了したこの企画ですが、なんとか安間を説得してなだめて。あ、バッテリーがあと1個になりましたか。やっぱりバッテリーってまだまだ長距離走行っていうのはかなり厳しいもんなんですよ。そうですね。まあここは苦しいところですよ。この勾配は。あ、実況入ってきたよ。どうですか実況の楠木さん。まあやっぱり僕の時はまだローギアだったんで、はいまあスピードは出ないんですけど、ペダルは軽いんですよ。なるほど。めちゃめちゃ早く回しましたもんね。はい子供が漕いでるみたいに。僕はもう高回転型だったんですよ。は僕はハイギアドなんで、このギア比でもうすごい回転数上げるっていうのはもうものすごい脚力が試されるってことですね。しんどいですよねやっぱり。なるほど。クッスン的にはソーラーどうですか。面白いですか。いや面白い。もうハマっとるですね。ハマっとる。どういうところが面白いですか。やっぱり電気をソーラーパネルで発電するってどこでも発電できるわけですから、はい。やっぱりその自転車の漫画でいうと、はいやっぱり僕は小学校の時にですね、はい曽田正人先生のシャカリキっていうあ、シャカリキ、はい、ありましたね。はい。漫画に結構ハマりまして、はい。でそこから結構自転車を改造したりとかですね、はいはいはい実はロードレースの大会とかで出たりなんですよ、はい大人に混じって、あ、自転車の。はいでもうすごく遠くで試合があったので、はい。
小学校の時でしょ、小学校6年生ぐらいだったかな、はい朝ホテルでね、バイキングで、食べとかないと、レース勝てないと、そうですね。大人相手にですよ。まあ大人相手ですもんね。たらふく食べたんですよ、ソーセージとかパンとか卵、ソーセージとかパンとかね。そうです、で、2週ぐらいで飽きました。前回の動画で50キロを突破しましたで、最終的に何キロ走ったって65キロぐらい言ってなかったですよね。そうですね65で一応止まったのは止まったんですよね。そうね。ただその時やっぱりちょっと充電効率の設定とかちゃんとできてなかったので、実際多分ね、ウルナケ行けばマジで100キロいけると思うんですよ。上のソーラーをしながら、でアシスト入れれば日常条件が良ければ100キロは超えてくるんじゃないのかなとは思う。なるほどね。で何分夜でね一切発電できない状況ですから、さらにハイでライトの消費も使って、そうですね。これあくまで、東広島の太陽の恵みをいっぱい抜けて走ってるわけですけども、これがなければもうソーラーカーでも何でもないとまあね。ことになっちゃいますから、確かに夜走るというか、夜走るね。夜はあんまり向いてないですよね。そうですね。逆に言うとはい昼間にちゃんと充電できといれば、はい。夜でも短い距離であれば全然問題ないんです。まあそれがちょっと証明できたみたいな。そうですね。ね。ここは頑張ってほしいな。ここね。多分ね、バッテリーが弱ってきてるんでね、多分そうなんですよ。結構こがないと前に進まないですよね。監督、道の駅まであと 3.4 キロです。36キロ 3.4。 34 3.4。あ、3.4はい。頑張ってください。この坂。これは光木で言うと中学校までの坂ですね。立ちました、立ちこぎで。うわー、きついな。生活指導の先生がね、原付が行方をもっと後ろからこう注意するんですけど、実はそれを応援してるっていうね。そういったはい。まだ来ますか。いや、ガッツがすごいですね。これはこの無料の森が続くのしんどいね。主人公がね、主人公がビアンキっていうね、緑色というかエメラルドグリーンみたいなね、ビアンキグリーンのね。登り切ったか。もうちょっと、もうちょいです。もうちょいです。もうちょい。頑張って。頑張って。負けないでもう少し。歌詞忘れですね。歌詞覚えてないやつですね。さあ、そんなこと言ってる間に下り決めましたね。ちょっとだけまだ勾配続いてますね。あ、ほんま？地味にちょあっとだけ。これが一番しんどいですね。これ分かんないレベルでもそうなんですよね。体感はすげえ感じ取るはずなんですけど、相当辛いですよ。ただ距離的にはもう結構いいとこまで来てるんで、これね、辛いのがやっぱね、体力が失われるんですよ。集中力が途切れて、いやー、それが一番怖いですね。確かに複数の転倒シーンとかほんままさにそうもう集中力ちょうど切れとったっすもんね、ここが。ちょっと僕の精神的に弱い部分が油断しましたもんね、ちょうど。皆さん、せっかく弱さを認めとんじゃけ言うなよお前。ここでさあ、ここで第2チェックポイントの道の駅スワン44ネムロです根室に入っていきます。なんか急に速くなった早かったですね、最後。パワー絞っとったんかな。そういうこともしかするとそういうこと？距離を伸ばすために。どうですか？バッテリーの使い方が上がってきたね。はい、今の走行距離 40.9 キロ。バッテリーを今新しい方に変えました。こっちもまだ残量あるんですけど、満タンの方に今変えました。ホテルまでは距離が100キロ以上あるんで、もうこの状況だと厳しいかなというところで、一旦27キロ先ですかの目的地を目指して、なんか走りがかなりスムーズになりましたね。監督、今これ3ですか？今試しにはい。あ、2です。え2でこれ？お見事。ほんまや、すごい。全然減ってない。マジで？ 1個しか減ってない。
的なところが相当な相当苦しいですよね。 Only problem is I love you. What you do, you got me down in my worst